夜中の2時半過ぎにタンペレを出発したサンタクロースエクスプレスは朝11時過ぎにロバニエミに到着しました。辺りはすっかり雪景色です。プラットフォームにもこの雪、荷物がなかなか滑らなくてちょっと移動するだけで大変です。毛が凍るもん。初めての寝台列車は結構快適でぐっすり眠ることができました。今日はホールでオーケストラの指揮者のサイモンさんと打ち合わせがあるのですが、まだ少しアパートに入るまでに時間があるので少しお茶をして待つことにしました。あ、すみません。ありがとうございます。そしてフィンランドでは初めてウーバータクシーを使ってみることに。もう近くに来ているはずなんですが、車がどこに到着するのかがわからなくてうろうろしています。きっとこの裏側には入ってこれないのかもしれないと思い、表に見に行ってみることに。ウーバーの地図上ではこちら側になっていたけれど、やはりこちらには入ってこれなくて向こうで待っていました。そしてようやくタクシーに乗り込みました。車で駅からおよそ10分ぐらい。初めて来る街なので見たことのあるところは何もないので一生懸命地図を確認しています。もうそろそろ着きそうだなと思ってキョロキョロ。そしてようやくアパートに到着しました。まだ清掃中なので荷物だけ預かってもらうことにしました。今日はもうすでにオーケストラがリハーサルを始めているので少し早めに行ってみることにしました。アパートからホールまでは歩いておよそ5分ぐらい。近くて便利でした。雪をキュッキュッと踏む音が聞こえてきますね。そう、向こう側に見えているのがコルンディという今回コンサートが行われるホールです。どうですか？緊張するね。終わったんだ。彼女はパイビーさん。ここに来る前にもメールで何度もやり取りをしていました。ようやく実際に会うことができました。そして彼が指揮者のサイモンさん。カナダからいらっしゃっています。どうなんでしょうね。今日は打ち合わせということだったのですが、ホールで音を出しながらやることになりました。今日はオーケストラのメンバーはいないので、サイモンさんと私だけ。どんな打ち合わせになるのかな？スピーカーですね。すごい響くね。
そして打ち合わせが始まりました。実際に演奏していきながらタイミングなど確認していきます。実際にはオーケストラのいろいろな音がありますが、今日はなかったので結構難しかったです。まあそうですね。大丈夫ですか。お腹も空いたしね。うんね。寒いけど綺麗。そしてリハーサルが終わって街に食事に行きました。ホールから少し歩いていったところにショッピングモールがあるようなので、そこに行ってみることにしました。怪我しにそうか。怪我しにそう、冷たくて。食事をして帰宅。ようやくアパートに入ることができました。かわいい。うん。すいません、ちょっとすいません。そうだね。クリスマスツリー。クリスマスツリーやサンタの置物など可愛いものがたくさん。素敵なアパートです。そして翌日の朝、再びリハーサルに向かいます。今日は初めてのオーケストラとのリハーサル。私は少し緊張しています。口数も少ないですね。今日何度ですか。やばいですね。ちょっと戻れない。痛い顔が。でもすごい綺麗。よく寝れましたから。結構早く寝ました。はい、でもちょっとまだ不安です。でもうバッチリです。初めてのリハーサルなんで。ではね、いよいよオーケストラと初合わせ。気持ちよさそうなね場所で。そうだね。響きが良い。目出し帽がいいですね。逃げた。何分ですか。知らない。あ、本当だか切るの。うん。オーケストラのメンバーとも挨拶をして、いよいよリハーサルがスタートします。
it depends because the first time I'm playing is I'm a kisser. So I did practice. Basically. 姫、お疲れ様でした。素晴らしかったです。頑張りました。上手だった。表彰も褒めてますよ。上手だった。いやでも、今日は立てなかったけど、明日うんうん。もう一回ぐらい通すかなと思ったんだけど、もうなかったから。ああ、まあ明日もあるからね。リハーサルの後、ホールにあるカフェでランチビュッフェ。ここのランチもサラダの種類がすごく多くて、毎日メニューが日替わりで変わっていたので、結局何日もここに来たのですが、毎日来ても飽きることがありませんでした。また食べたいくらい。本当だ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。リハーサルが一日終わりました。長いドラゴンのような蛇のような雲がありました。夕食の買い物の帰り、空に不思議な雲の線が。あれは何だろう。そしてうっすらと青い光が見えています。まさかオーロラ？あっちの方行ってみる。っていうか、あれでもそうかもよ。相当暗いこれ。そうかも。ちょっと明るいからもう見えないけど。ちょっと暗いとこ。そしてもう少し暖かい服に着替えて湖の方に行ってみることにしました。やっぱあれもオーロラなのかな。サインダーで見たらどう？照明だったね。どっか暗いとこないかな。ちょっともうちょっと向こう行きましょうか。今冷たいけど。なんて？ああ、多分。なんかこれもうちょっと雪ないとこないんですか？怖い。メガネが曇るから外して。ああ。そして湖に到着しました。でもさっき見えていた青い光がありません。あれは何だったんだろう。照明だったのかもしれないけど、今はもうなくなっています。湖の近くも意外と真っ暗ではなくて明るかったので、なかなか見えなかったのかもしれません。さっきスーパーに買い物に行こうと思ったら少しオーロラが見えてたので湖の方まで来てみたんですけど、今はちょっとあんまり見えませんね。見えるといいんだけど寒いです。でも向こうの空が少し赤いのは街の明かりなのかな。この時の気温はマイナス19度。髪の毛も凍ってる。ちょっと待って。寺島さんの髪の毛もまつげも凍っています。マッキーのまつげも実は凍っていました。あまりに寒いので少し避難、暖かいところに行くことにしました。かわいい。もう12月になるということで、街はすっかりクリスマス。こんなに寒い中でも子どもたちは元気ですね。
けって凍るんだ。本当ですね。結構凍るとかね。この辺りにはホテルやレストラン、買い物をするところなどいろいろな場所があってとてもにぎわっていました。顔が寒いし。いいね。いや、まつげが凍ってるのがわかる。二人とも凍ってたね。うん。広島さん、それはめっちゃ凍ってた。うん。でもマッキーもまあまあ凍ってた。あ、本当？凍りたかったけども、スマホがすぎて。ああ。寒すぎてスマホが死ぬ。結局オーロラは見ることができませんでした。あれは何だったのかな。でも私はまだ名残惜しそうにずっと空を見上げています。そして今日の夕食は自分たちで作ることにしました。焼きそばば作って。バチャなんやバチャ。バチャなんか。こちらはスーパーにあったバジルチキン、グリルで焼いています。焼きそばばできてる。焼きそばっていう定期的にこういうソース味とかいうものが食べたくなるんですよね。バジルチキンとリゾットと、これ何ですか？イタリアンフィレンツェ風焼きそばば作って。焼きそば。フィレンツェ。すいません、巨匠にそんなことをやらせてしまって。夕食を食べた後、私と寺島さんはもう一度外に出てみてオーロラが出ていないだろうかと確認しに行ったのです。床から何から床もなんで呼んでくれなかったんですか？秘密根源体オーロラまみれなんかもう放射能浴びまくって本当ですか？大丈夫ですか？被爆したかもしれないオーロラ被爆いやね、こんなに長く帰ってこないっていうのはやっぱ見えてたのかな。そして寺島さんが家に戻った後もまだ私はしばらく辺りを散策してようやく戻ってきました。よかったね。寺島さんもすごいなんかオーロラにまみれてきたって。被爆してきた。同じこと言って。行けばよかった。もう行けばよかった。そっか。残念だったな。またの機会にしようか。そして翌日もまた再びリハーサルに向かいます。カップに残ったコーヒーが凍っていました。作曲者のカレビアホさんもリハーサルに到着しました。そうだ。リハーサルの後、カルビさんからのリクエスト。
そして一点音が間違っていたところがあったそうで、楽譜を書き直しました。っぽいね。この日も家で夕食、美味しそうなサーモンを焼きました。さて翌朝、この日は本番の日。午前中にドレスリハーサルがありました。これ今持っていた方がいいんだよ。よいしょ。出はけの動線を確認しています。緊張を紛らわすために楽屋でも練習。そして私が演奏する曲のリハーサルの時間になったのでホールに行ってみると、練習着てないよ。ドレスリハーサルと言われていたけど誰も衣装を着ていませんでした。なんでだろう。そして夕方、いよいよコンチェルト演奏の本番がやってきました。タンペレから友人のニコも駆けつけてくれました。アホとニコとか一緒だったから。そうそうそう。楽しんでね。はい。楽しんでね。いやいや、もう楽しいと思う。なんかいい入手をってなんだろう。ジンタンみたいな。ジンタンみたいな。のど飴？舐めます？いやね。ジンタンみたいな。牛角さんの好き。あれね。あったよ。ボタンそろそろ押しとく。押しとく。8分前だから。うん。全然違う。ちょっと違うけど。じゃあよろしく。じゃあ楽しみね。楽しみ。楽しみね。じゃあね、頑張って。そしていよいよニコとチェンバーオーケストラのためのコンチェルト演奏が始まりました。
無事に演奏を終えて、そしてスタンディングオベーション。嬉しさとほっとしたので少し涙が。ほっとしましたね。お疲れ様でした。ほっとした。うん。本当よかったよ。よかったですね。はい、物販物販あ、もう、何分あるんだろうね、休憩。 20分。私の CD も置かせていただいていたので販売場所に向かいます。ニコを初めて聞く方も多かったそうで、いろんな質問されました。カレビさんとニコが話をしています。何を話しているのかわからないけど。そしてオーケストラのメンバーと写真を撮り、コンサートは無事に終了。本当に良いコンサートになってよかった。気が楽になって、急に気が楽になって。It's finally over. Finally. Yeah, I've been practicing over a year. Every day. So I play this concerto over 1,000 and more. So, yeah, I'm done. You're done with this. 頑張った。頑張った。ありがとう。ありがとう。着替えるよ。楽器のことを聞かれ、少し説明をしています。みんな興味津々。ニコのこと好きになっていてくれたら嬉しいな。彼はヘルシンキの方から来ていたそうです。この後ヘルシンキでもコンサートがあるんだよという話をしています。また聞きに来てくれたら嬉しいな。What an evening, such a great concerto and such a great program and everything. The audience loved it and I did. Yeah, it was very a privilege to have you all here. Thank you so much. Thank you. Cheers. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. And congratulations for a wonderful world premiere. Yeah. Yes. Cheers. 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 ではお疲れ様でした。そして家に帰って再び乾杯です。ありがとうございました。どうぞ一言。 Thank you. うん。一言。 Thank you. Thank you. 翌日の朝、ニコはタンペレに帰るので、帰る前に電車の中で食べるランチと娘さんへのお土産を買いに来ました。かわいい。ここはこの間も行ったショッピングモールのお土産屋さんですが、カラフルな可愛いものがたくさん売っていますね。動画です。あったかそう。マッキーの持ってるのもあったかそうだけどね、ねカバンに。ああ、今回出してない。出してないね、んなんでいや、忘れてる。持ってきたのに。うん。ね、もう来たねって言ってくれた。もう来たね、ラップランドまで。ありがとう。楽しんでてね。ありがとう。キートス。そしてニコは駅までお見送り。高いですね、今日さん。 맞지. 아우 그렇지. 아우 나방 그렇지. 이것도 뭐해 또. 나방 것다시.
ハウツ。ダゴングサ。何のこと？ダゴ？ダゴン。団子ですか？来る時も荷物が多かったのでタクシーで来ましたが、歩いても10分程度。ああね。マジで。そうか。ああ。歩くか。2時間だから。So see you in Helsinki and have a nice time here and safe trip back to Helsinki. Thank you. Thank you for coming. バイ。またね。またね。かわいい。日本人はいつまでも見てんなと思ってるかな。行こうか。うん。じゃあバイバイ。今日はオフ日なので観光でサンタクロースビレッジまで行こうと思います。私たちのそうそうバス停見たやつ。これはい。私たちの、住んでるアパートのバス停を今通りました。今日はちょっと曇りというかみぞれっぽい雪が降っています。今日は気持ちも気楽に観光できますね。はい。もう大きなものがね終わったんで、あとはまあいつも私たちがやってるコンサートなんでもう慣れているものだから、はい。もうお金ちゃんの大役を本当に果たして頑張りました。素晴らしかったです。いやーよかったです。無事に終わって。いや本当になんかカメ感動しました。すいません。いやでもね、またねレポートはきっとするんでしょうから、はい。とりあえず良かったです。本当によかったです。ありがとうございます。だから今日は遊びに行きます。遊びに行きます。サンタに会えるかな？ね。サンタ村に到着しました。雪がめっちゃ降ってます。後ろのめっちゃいい感じですね。近い。もういや。島が。はい、こちらがサンタ村かな？今日は、1度ぐらいあるんですけど、そんな寒くないんですけど、雪が降ってますね。これどこが道かよくわからない。みんなが行こう。この看板の文字も見えたい。あ、もうちょっと。ちょっと早よ脱出しようぜ。ここロバニエミはサンタクロースの町。このサンタクロース村にはサンタさんに会える場所やトナカイのソリ、そしてショッピングをするところなどいろいろなものがあります。ここでも再びリスを発見。そしてここにはライブカメラがあったので私たちも頑張って映り込みました。今ここ構えちゃってるじゃん。もうちょっと後ろに行けばまた映るのかもしれない。サンタ村は、観光客がたくさん来てますね。今は、昼の2時半ぐらいなんですけど、なんか夕方っぽい
気持ちのこれずっとじゃないのかな。なんかこう絵で見たとこだね、この辺。ビデオで。なんかちょっと暖かく感じる。さっきより。サンタクロース村、ちょっと歩き回っています。サンタクロースに会えるところもあるんですけど、結構待ち時間が長いのと割と高い感じなので、ちょっと諦めようかなというところです。ラッキーさん、サンタ村、まだサンタに会ってないですけど、会ってないですね。サンタに会うのには結構、時間がかかるんですね。あと2時間は最短でもあと2時間かかるみたいですね。え、2時間？そう、さっき誰かが並ぼうとしてて、5時がどうのって言ってて、多分順番待ちがマジか。なので、ちょっとサンタに会うのは諦めようかなと思ってます。しかもあんまり会えなそうですよね。一瞬そうだね、ちょっと会って、イエーイ、写真、イエーイ、はい、終わりみたいな。サンタもやったら本物ですよ。本物ですよ何言ってんですか。信じられない。俺が本物。じゃあ会わなくていいじゃん。毎日会ってる。毎日会ってる最近。いや本当ですね。ねあれ、そうか。そっか。こんな110ユーロ。こんな近くにいたなんてね。ねえ、知らなかったな。プレゼント期待しよう。プレゼント期だ。待しよう。ね、サンタさんってプレゼントくれるくれるんですよね。50ユーロだけ。そしてここにタンペレ編でも寺島さんが言っていたサンタさんの写真スポットがありました。うわ、本物のサンタだ。サンタクロースだよ。かわいい。白い。寒くないかね。寒くないかね。なんと滑って転んでしまったマッキー。通りかかった男性にも大丈夫と心配されていました。大丈夫？寒いし少し疲れたので温まりにカフェにやってきました。なんかそうだよね。
わいいお店。乾杯。キティ。カメラ、ビデオ。カフェに入ってホットブルーベリージュースというのを頼んでみました。ブルーベリージュースをあったかい状態で飲むのは初めてですけど美味しいです。なんか温まりそうな感じです。スパイスはそんなないね、飲むとね。美味しい。温まり。これ可愛い店内ですね。最近格好つきますね、なんか。去年の Vlog で反省をして、そうなの。クールガイとして。ああ、なるほど。なんでわかりました、今撮ってたの。気配。すやタイムでございます。今日来たんだけど。結局トナカイの鳥にも乗らずサンタにも会わずでしたけど、まあちょっと雰囲気を楽しむことができたかなと思います。まあ本当観光地なので観光客が多いので、どれもやっぱり待ち時間が長いですね。でもクリスマスのシーズンに来れたのは良かったなと思います。またいつかロバニエミに来れるといいなと思います。来る時に往復のバスチケットを買っていたのでバスに乗りたいと思いバス停を探しています。あそこに止まっているのが私たちが乗るバスかな。でも走ると滑りそうなので歩いて進んでいくとギリギリのところでドアを閉められてしまいました。何またすぐにバスが来るのかなと思っていたんですけどなかなか来なくて30分ぐらい待ってようやくバスが到着しました。あ、来たわ、よかった。遅れだね。もうこのおじさんだ。夏パークがいいとこ。あ、そうなんですか。私たちと同じくバスに乗っていた女性、おそらく日本人の女性だったのですが、この空港で慌てて降りていきました。飛行機間に合ったかな。どこに飛行機があるのか。降りれるの？お疲れ様でした。そしてロバニエミの最後の夜、ね。まあ2つもコンサートあるけどちょっと終わった気になっちゃってるっていう。ちょっと待って。翌朝マッキーが可愛いと言って大事に取っていたこの毛のついた卵も調理しました。可愛がってくれてありがとう。最後までね。最後まで僕を見ててくれてありがとう。美味しく食べてね。どうぞ。今日はバスとラップランドブレックファースト。残り物ブレックファースト。ラーメンと
リゾットとチーズリゾッ帰りの電車は6時ぐらいだったので、ホールに荷物を預かってもらい、博物館に行くことにしました。道が凍っていて滑る、危ない。気をつけてくださいね。気をつけてください。ここはアルクティクム博物館というところで、サーミ族の文化や暮らし、そして北極圏に住む動物たちの生態などを見ることができます。日本の漢字機とそっくりだよね。見えるかな。探そうか。息できないよね。凍っちゃうね。サウナで寒かった時の表情を再現している寺島さんです。博物館を楽しんだ後、ショッピングモールに寄りました。彼はワーキングホリデーでロバニエミに働きに来ている学生さん。そう、見れなかった。最後に挨拶に来ました。そして再びサンタクロースエクスプレスに乗り込み、今度はヘルシンキに向かいます。いやもう疲れました。一度はこのレストランカーで食事をしてみたいんですけれども、なかなかタイミングが合いません。今はお腹も空いていないから飲み物だけ買うことにしました。ロバニエミではニコとチェンバーオーケストラのコンチェルトワールドプレミアを無事に終えることができました。そして私たちはヘルシンキに向かいます。ヘルシンキ、バンター2カ所でのコンサート、それらも楽しみです。続きはヘルシンキ編で。またね。